こんにちは。皆さんはお客様が会社に来たとき、どう対応していますか？その大切なマナーと理由を学んで、いい関係を作りましょう。今回は5つの場面。アポイントを受ける、会議の準備、会議室に案内する、打ち合わせを終える、挨拶と見送りでのマナーを勉強します。ところで、自分の会社に訪問しに来る人のことをお客様または来訪者と言いますが、相手に話すときは山田様など相手の名前で呼んでください。1、アポイントを受ける。来社したい人からメールで都合を聞かれることがありますね。その時、1、要件、2、日時、3、所要時間、4、来社人数を必ず確認します。来訪者のために準備をしておきたいからですね。例えば1の要件を聞けば、社内の誰に話すかわかります。2、3、4は会議室の予約、資料の準備ができていいですね。2、会議の準備。クライアントが自分の会社に来ることになったら、すぐに会議の準備をします。必ずチェックすることは、日時、所要時間、来訪者の数、社内の人の数です。まず、このミーティングに関係する人に連絡します。そして、会議室を予約して、会議中は話に集中できるように、PC やプロジェクターなどは全部用意しておきます。3、会議室に案内する。お客様がすぐ座れるように配慮として、どうぞあちらにおかけくださいと座る場所を伝えます。大抵上座です。お客様が座ってから自分はその後座ります。エアコンはちょうどいい温度にしてあげると親切ですね。4、打ち合わせを終える。時間通りに終えます。でも、お客様がまだ座っていたら立たないでください。そして、お客様が、ではこれで、と席を立ったら、皆さんも必ず立ってください。これも配慮です。5、挨拶。前回も勉強しましたが、挨拶はとても大切ですね。本日はわざわざお越しいただき、ありがとうございます。と言って、お辞儀をします。5、見送り。お客様が無事に帰れるか見えなくなるまで見送ります。ただ、次の予定などで急いでオフィスに戻らなければならない場合は、では、こちらで失礼いたします。と言えば大丈夫です。また、寒い季節なら配慮として、寒いですからコートをお召しになってください。と言って、ビルの中でコートを着るように伝えるといいですね。いかがでしたか？やはりマナーにはすべて理由がありましたね。それには配慮という考え方が基本にあって、コミュニケーションはそれを表す手段です。次はビジネスの基本、配慮について勉強します。ぜひ、このチャンネルで取り上げてほしい内容があったら、コメント欄にお願いします。皆さんの役に立てるよう、ぜひ動画を作りたいと思います。ぜひ、チャンネル登録をして、次のレッスンもご覧ください。今回は、新年のプレゼントです。日本語をマスターするためのアドバイスを無料で差し上げます。arayacademy.com/free learning tips または下の概要欄のリンクからお受け取りください。また、日本語でお仕事をしていて困っていること、大変なこと、問題などはありませんか？アライアカデミーでは新しくコンサルティングのサービスを始めました。英語でも対応できます。一人で考えないで何でも相談してください。詳しくは arayacademy.com/businessjapanese をご覧ください。概要欄にもリンクがあります。頑張っている皆さんを応援しています。